famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, also famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. はいどうも、きみまろです。 MacBook の買い替えをします。厳しい、遅い、止まる。今までのきみまろの動画ずっとこの MacBook Air 11インチでやってたんですけども、さすがに処理が追いつかなくなってきたなという印象なので買い替えを考えています。この MacBook Air のスペックは11インチで、プロセッサは 1.5GHz デュアルコアインテル Core i5 です。メモリは 4GB、 ストレージは 256GB。 まあ10分以内の動画とかであればなんとか編集はできてきたんですけど、10分以上になってくるとね、一つの編集をするごとにも止まってしまうとか、動画編集するのがものすごい非効率な感じになってきてしまいました。さすがにスペックの限界を感じてきています、ね、結構ずっと頑張ってくれたんだけどね。ということで MacBook を買い替えます。買い替える上でのポイントは3つ。1つは動画編集がストレスなくできること、もう1つは持ち運びしやすいこと、もう1つは予算は税込み30万円以内。はい、この条件で探そうと思っています。フルスペックにして限界までストレスフリーにしたいっていうのはもちろんあるんですけども、予算は30万円以下にします。ちょっと前からこの購入を検討はしていたんですけど、どうしようかなと思っていたんですが、ちょうど購入意思を固めた直後ぐらいに Apple が突如 MacBook Pro のニューモデルを発表しました。このタイミングね、背中を押されてるとしか思えないようなタイミングだったので、まあ今だろうというところで、新しいモデルの MacBook Pro のスペックを見ながら購入検討してみたいと思います。さあでは早速 Apple のページを見ながらスペックを確認して購入するモデルを決めていきたいと思います。では Mac を開いて MacBook Pro、 これがスペックアップしたからニューマークが最近ねついたんでしょう。こちらをクリック。はい、MacBook Pro もっとパワーを、もっとパフォーマンスを、もっとプロのために。はい、スペックが4コア、6コア、そして新たに加わった8コアのインテルプロセッサー等々書いてあって、この辺はね15インチモデルに限った話も書いてあると思うんですけど、結構スペックアップしましたよね。はい、でこれがサイズ比較か、13インチと15インチ。13インチの方が重さが 1.37kg、 厚みが 14.9mm で、15インチの方が、重さが 1.83kg で厚みが 15.5mm ということで、結構ね重さにこれの差もあるし、今使ってる11インチの MacBook Air に比べるとねこっちだと結構重くなるので、13インチを選ぶことになるかなというところで、あと選択肢で気になってるのがタッチバーが何ができるかがちょっと気になっていて、こうな。はい、いつでも指を伸ばすだけでさらに効率が上がります。長い間キーボードの上部を遷したファンクションキーがタッチバーに収まっていて、音量とか明るさのシステムコントロールとか、絵文字は使わないか。はい、なるほど。タップ、長押し、フリックスライドであなたが慣れ親んだジェスチャーで簡単に使えます。音量とかね、ボタンがこのタッチバーに収まってるってことですよね。必要なものだけが必要な位置に現れます。アプリによってショートカットが表示されるものが変わるということかな。これちょっと良し悪しな気もするけどな。マイクロソフトオフィスシリーズのリボン機能みたいに使ってるメニューによってね出てくる表示されるメニューが変わるのあんま好きじゃないんですよね。この辺にあったなっていうやつで割と覚えてる時があるので、それを見失うからね、あんまりアプリごとに変わるのそんな好きじゃなかったりするんだよな。でもカスタマイズできるのか。カスタマイズできるならありかもしれないな。でタッチ ID、 先を行く安全性を指先に指紋認証ロック解除ができると。今ね外で使う時とかは Apple Watch の自動ロック解除機能とかをね使ってるんで開けやすかったりするんですけど、指紋認証あったら便利だな。こんな感じかな。じゃあ購入ボタンを押して実際スペックを足していきましょうか。購入ボタンを押しました。はい、で、13インチと15インチが選べます。13と15が選べます。13インチからも選ぼう。もう15インチは重い。今使ってる MacBook Air の11インチが
1.08kg なんですよ。でそれに比較すると15インチだと 1.83kg ってなるともう倍近く重いんですよね。あの倍を担いで持ってくのはちょっと嫌だなって感じもあるので、そう考えると画面サイズが大きくてエアー11インチにプラス 300g ぐらいの重さになる13インチの方が現実的かなって感じですね。じゃあ13インチで考えましょう。13インチで見ると123と4、この4つのバージョンから選ぶ形。これがタッチバータッチ ID がないものが最初の2種類、残りがタッチバータッチ ID がついてるものですね。であとはストレージのサイズ違いでこの2パターンになってんのか。で色はスペースグレーかシルバー。まあね、スペースグレーがいいな。ストレージサイズは 256GB 欲しいので、こっちになりますね。はい、じゃあちょっとこっちの、デュアルコアか。デュアルコアってなってくると、今使ってる MacBook Air が 1.6GHz のデュアルコア Core i5 なので、これとあんま変わんなくなっちゃうんですよね。そう考えるとちょっとタッチバーありの方で検討する方がいいのかな。こっちクワッドコアなんでね、デュアルは2クワッドは4って考えるとクワッドコアの方を選ぶことになるかな。これですね。で2頃こっちか、2頃ストレージ。はい、じゃあこちらでカスタマイズしていこう。ベースが198,800円税別。はい、じゃあこれでカスタマイズしましょう。はい、13インチ MacBook Pro スペースグレーをカスタマイズします。現時点だとまずプロセッサが第8世代の 2.4GHz クワッドコアで、インテル Core i5 のプロセッサーでスペックを上げるとしたらこっちの 2.8GHz のクワッドコアは変わらずね。で Core i7 になると。ターボブースト使用時の最大がこっちだと 4.7GHz。 これが今回のアップデートでギガヘルツのところが確かちょっとスペックが上がったと思うので、 CPU とかね、こういうプロセッサは後で変えられないし、これケチるとね結構後悔することが多いので、ここはちょっとスペックきっちり高い方を選びましょう。インテル Core i7 プロセッサーこちらにします。で値段が変わりまして231,800円。はい、そしてメモリが今 8GB で、16GB にスペックを上げることができると。今僕が使ってるのがこれが 4GB。 もうすごい渋い環境で編集してるなって感じですね。はい、こちらはプレミアプロを使うのであれば 16GB ぐらいはやっぱり持っておきたいので、ここは 16GB の方を選びます。こちらです。はい、これで253,800円になりました。でストレージは 256GB から最大 2TB まで広げられると。今の MacBook Air も 256GB でやっているんですけども、容量動画素材とかあとはキャッシュとかは外付けハードディスクの方に設定しているというか入れてあるので、編集中のね素材だけ本体に移して使うみたいなことをしてるんで、外付けのハードディスクでもなんとかなると思うので、ここは 256GB のままにしておきます。でキーボードは、日本語キーボードで、プリインストールソフトウェアは特に入れません。で同梱がこの本体と USB-C の充電ケーブル 2m とアダプター。よし、もうこれでバッグに追加してみよう。253,800円税別。はい、これでバッグに追加します。さあ一緒にこちらもおすすめですといろいろ勧められますが、Apple Care とかも入っといた方がいいのかもしれないですが、割と入らないタイプだったりします。はい、このままでバッグを確認します。はい、バッグ内のアイテムは13インチ MacBook Pro スペースグレー253,800円1台でございます。で合計がここが送料無料で消費税が23,304円つくね。合計274,104円ということでなんとか予算内。一応ねスペック確認しましょうか。ハードウェアは第8世代の 2.8GHz クワッドコアインテル Core i7 のプロセッサー、ターボブースト使用時最大 4.7GHz と。
タッチバーとタッチ ID ついている方、インテルアイリスプラスグラフィックス655、16GB のメモリー、256GB の SSD ストレージ、サンダーボルト3ポート ×4、バックライトキーボード日本語字数のものとアクセサリーキットで、ソフトウェア MacOS と写真 iMovie、ガレージバンド、ページズ、ナンバーズ、キーノート、これらが入ってこの価格になります。よし、はい、じゃあ注文手続きいきます。配送とストア受け取りのオプションということで、配送してもらうかストアへ配送する、ストアで受け取ろう、はい、で続ける、はい、こちらの Apple ストアで受け取ります。はい、これで続ける。さあ、これで注文の確定を押します。ポチります。ポチッ。ありがとうございました。ご注文を受け付けました。まもなく確認メールをお送りしますということで MacBook Pro をポチりました。あとはね、店頭に届いたら受け取りに行きたいと思います。はい、オーダーしていた MacBook Pro の受け取りが可能になりましたというメールが来ました。はい、これですぐに受け取ることができるということなので、今から Apple Store に受け取りに行きたいと思います。はい、そういうわけで Apple Store 前に着きました。今から、店内に入りまして、オーダーしていた MacBook Pro を受け取ってみたいと思います。では行ってまいります。ありがとうございました。こんにちは。よろしいですか。MacBook Pro のオーダーをしてまして、その受け取りできまして、ですね。はい、じゃあ私がありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらになります。これ大丈夫ですよ。GoPro です。GoPro じゃあ今製品持ってくるので、はい、1分2分お待ちください。はい、はい、お待たせしました。MacBook Pro スペースグレーカラーでタッチバー付きのモデルで、13インチで、2.8GHz の、クワッドコア、16GB の256、はい、でキーボードはジャパニーズですね。はい、はい、お間違いないでしょうか。丁寧に読み上げていただいてありがとうございます。じゃあ、あと指でサインいただいて、はい、それで完了です。はい、じゃあお受け取り済みということで、ここで指でお願いします。別々になります。最後に控えを送りたいので、ここに、都合のいい E メールアドレスをお願いします。じゃあ今控えと手作業の袋を持ってきます。いや、ウェブ予約していたんで滞りなく商品が受け取れそうです。目の前にオーダーした MacBook Pro があります。このままね、手提げ袋入れて持って帰ります。ありがとうございます。はい、Apple Pickup は今までご利用されたことありましたか？こちらで受け取りはないです。初めてですか？はい。どうでしたか、体験？いや、スムーズでものすごい助かります。よかったです。はい。あと最近アップルの袋がリニューアルして、そうですね。ご存知ですか？前ビニールじゃなかった。そうなんですよ。で、環境に対する配慮から 100% リサイクルできる紙に。そういうことなんですね。はい。で、この持ち手の部分まで実は紙でできてるんです。これ紙なんですか？へー。すごい。はい、で、本体は 80% 再生紙でできて、まあ再生紙でここまでの白さを出すのに結構苦心してます。そうなんですね。はい。すごい。いつからですか？いつか割と最近順次なんですけど、ここ数ヶ月ですね。あ、そうなんですね。はい、本当にごく最近のことです。素敵な取り組みで。ちょっと楽しく使ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。使わせていただきます。どうも。はい、そういったわけで無事に滞りなく MacBook Pro をオーダーしていたものが受け取れました。Apple Store 表参道店さん、ものすごいね、スムーズにご対応いただいてありがとうございます。楽しみに使いたいと思います。では、帰って開封してみたいと思います。はい、Apple Store から MacBook Pro 受け取ってまいりました。
ではね、こちらを開封していきたいと思います。はい、こんな感じですね、箱。はい、いよいよでございます。よし。はい、じゃあ早速ね、開けてみたいと思います。硬い。全然開かない。あ、開いた。開きそう。はい、開く。よ、開いた。はい、無事に開きました。で、これをこちら本体ね、ちょっと本体はゆっくり開けるとしまして、最初に付属品の紹介からしましょうか。付属品がまずこちらが電源コードかな。USB-C と USB-C ですね。でこれがマニュアル類だと思いますね。はい、マニュアルとステッカー、いつもついてくるやつ。はい、こちら、これとアダプターでございます。はい、ではね、いよいよ本体の方をビニール取っていきたいと思います。はい、こういうね、ちょっとケース式になってるね。はい、これで本体登場でございます。 MacBook Pro スペースグレーの13インチです。やっぱね、色合いかっこいいな。スペースグレーちょっと重厚感あって上品なグレーでね、よかったらこの色にして。開けたらそのままセットアップが始まるって聞いたので、もう開けちゃいます。ザーンっていうかな。これがついてる。はい、じゃあこれをね剥がしましょうか。始まりましたね。 Mac のファーンって音しないんですね。あの音結構好きなんだけどな。立ち上げたって感じするんだけどな。ないんですね。 Mac を日本語で使用する場合はリターンキーを押してください。なるほど、ナビゲーションしてくれるんですね。じゃあちょっと一通りセットアップしちゃいましょうか。さあ、セットアップも終わったようなので、もともと持っていた MacBook Air とちょっと比較してみましょうか。こちらがもともと使っていた MacBook Air 11インチでございます。でこちらが今回購入した MacBook Pro 13インチです。開いてみるとこういう形で、これちょうどね両方直角に開いたぐらいですけど、高さのところがこれぐらいの差がある形。差はこれぐらいで、これ MacBook Air、こっち MacBook Pro。MacBook Pro の方が薄いですね。これね背面ですけど、背面は MacBook Air より MacBook Pro の13インチの方が薄い。はい、でこっちは前面を比較すると、前面はね MacBook Air は傾斜がね下がっていく形になるんですけど、 MacBook Pro の方は大きく下がらないで厚みを保った形になってるので、 PC 使う時の手前の部分は MacBook Pro の方がやや厚みがある形になってます。はい、あとねこのタッチバーがちょっと気になるんでやってみたいと思います。今ここにタッチバーのディスプレイに4個アイコンが表示されていて、明るさ、音量、消音、Siri かな。でこれでここに矢印があるんで、これを押します。伸びる。こうするとここに広くメニューバーが出てくる感じなんですね。ここの×ボタンを押すと引っ込む。なるほど。すごい。タッチバーにこう自然にアニメーションするんね。なんか気持ちいい。なるほどね。ちょっとあんまねタッチバーいらないかなとか思ってたんだけど、なんかあったらあったで若干の感動を覚えますね。続いてここのねスピーカーマークを指でタップすると、こういう風に音量のフェーダーが出てくるので、これを指でスライドさせると音量調整ができます。でここのスピーカーマークを押してそのまま指を離さないでスライドさせることもできるので、ものすごいスムーズにね音量調整とかもできます。同じようにここの画面の明るさ、これを調整する時もこのフェーダーをスライドさせることで明るさ調整ができます。あとタッチバーで面白いのが、この写真アプリを開いた時に、例えばここで1個画像を選ぶと、ここのところにサムネイルがこう並ぶんですよね。サムネイルをこうくる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 ってここでスライドをさせると写真を送ることができる。こんな感じでサムネイル一覧になってるんですよね、これでね。で例えばここで写真アプリの編集を押すと、ここのところが編集モードに変わって、
、例えばここでカラーとかを押すとここにスライドになって、ここのスライドでこういう風に左右に動かすと、右に行くとサイドが上がって左に行くとサイドを下げるとか、こういうね編集がもうこの場でできるんですね。同じように明るさとかも右が明るい状態で左が暗い状態で、これをスライドさせると明るさの調整ができると。こういう風にタッチバーで写真の編集がもうできるんですよね。はい、次はねタッチ ID でロック画面の解除をしてみたいと思います。はい、このね右上にある黒い四角のところを指で押さえると指紋認証でロック解除ができます。やってみます。こんな感じで指を置くだけでロック解除ができる。スムーズですね。はい、そういうわけでね、こちら今回購入した MacBook Pro、これを使ってね、今後また YouTube 動画たくさん編集していきたいと思っております。こちらのね、今まで使っていた MacBook Air の方も引き続きね、別の用途でいろいろ使っていきたいと思いますので、これはこれで大事に使っていきます。で、こちらの新しく購入した MacBook Pro 13インチ、こちらの方でね、YouTube の動画をね、たくさん編集していこうと思ってますので、みまろのチャンネルの方を何卒よろしくお願いいたします。頑張って動画たくさん作っていきます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。